悔しい。前回までは武術家たちや達人たちが繰り広げる真剣勝負や経典愛人ならではのルールで行われた試合で見られた技術的な部分を僕から見た視点で解説しました。そして大会後はにこやかに出場していた武術家や観客として来ていた武術家たちで記念撮影をしていますが、この後集まった武術家たちの中でも希望者だけが参加する手合わせ稽古会が開催されます。大会後の手合わせ稽古会は急所攻撃など全ての攻撃を有効とするが、安全のため攻撃は寸止めとし、有効打を互いで認め合うルルブルールで行われます。手合わせ稽古会では初めましてで相手のバックボーンをわからない状態で基本1分20秒のルルブルールの手合わせを次々に行っていきます。参加者はフルコンタクト空手をはじめテコンドー、中国拳法、合気道、古武道、伝統派空手、カポエラ、システマ、習鉄、柔道、自衛隊などなど本当にジャンルは様々な方が参加されています。前回参加させていただいた手合わせ稽古会では特に目標を決めず自由に技を使っていたのでリーチを生かした目つきを対応していましたが、今回は現代格闘技にしか存在しない上段回し蹴りを何でもありのルールの中で有効に活用するというテーマを持って参加しました。当然挑戦するので失敗もしますし、やたらに上段蹴ってるなと思われるかもしれませんが、そんなテーマを持って挑戦してるんだなと見てやってください。この日最初にギアを上げたのがこの手合わせ。僕が見た参加選手の中では最も高い技術を持っている渡辺選手です。この大会の1本目の動画で流したウォーミングアップシーンでも渡辺選手の技術力の高さが伺えます。序盤はお互い間合いを警戒してあえて届かない距離で攻撃を出し合い反応を見ています。ここで少し動きが出ます。渡辺選手の前足ストッピングを金敵と勘違いして下段払いをしてしまい、前手と顔のラインがガラ空きに。必死に渡辺選手の前手との間に手を入れましたが、渡辺選手が目つき狙いだったらもらってましたね。ここで一気に渡辺選手がコンタクトする間合いまで来る雰囲気に変わったので、僕もスイッチで間合いを詰めた上に後ろ足のステップを足した大きく間合いを詰めるステップを使った金的蹴りを返しましたが、ギリギリでかわされちゃいました。ここ癖で流しながら回ってますね。ここ成功しました。渡辺選手が僕の前手を封じながら前足へのローを出す瞬間に踏み込んでのカウンターです。最後左のフォローをガードして手合わせ終了となりました。序盤はこんな感じで皆さんどんどん来られます。ここは金的入りました。相手の前足のステップインに合わせ後ろ足のスティールステップからの金的蹴り。蹴った足を持ってさばいてのストレートが思いっきり入ってきたのでかわしました。ここは目つきを利用しました。最後伸びてきましたね。目つきで後ろ足の運足を隠した上で相手の目線を誘導して視覚からの上段です。正直最後の突きはここからの打ち出しだったので、この辺りで止まると思って受け止めて金的蹴りのカウンターのつもりが、まさかの両足ジャンプの体当たりパンチだったので軌道はずらせたものの想定外に押し込まれてしまいました。ここで今回思いつきで試した蹴り技を使った手合わせを一つお見せします。ここは前足の打ち回しです。これは相手の前足のステップに合わせ後ろ足を寄せ、喧嘩四つの相手の前手の攻撃に合わすカウンターの打ち回しです。これはさほど珍しい技ではなく他の手合わせでも使っています。ここでタイマーが鳴りましたが相手の方が気づいておらず、ここで一度完全に攻撃意識を切りましたが気づきそうになかったので、待ってる間に思いついた技に挑戦します。微妙でしたね。一度ここで金的打ち回しを見せておき、金的打ち回しをフェイントに上段に行きましたが、一度金的で意識づけをしてしまったため、逆に金的打ち回しを手で受ける危険に気づかせてしまった感じになってしまい、足の受けに変えられてしまい失敗でした。もう少しルルブルール学んできます。
今なんかちょっと休憩中らしいんですけど、やっぱり出ると結構いろんな人からお願いしますお願いしますって言われるんで楽しいですねちょっと引き続きまたやっていいと思います。今回ここで最大の屈辱を味わうことになる超絶技巧マジシャンキラさん登場です。まずは何があったかリアルタイムでご覧ください。では解説します。まずはじめに振りがあったんですが、何の違和感もなく受け入れてしまっています。この時2回も手を広げて僕の方に明らかに何も持ってないを印象付けに来ていますが、何の違和感も持てていません。そしてさりげなく腕を下ろしてナイフを握られてますが、この時は全く武器を持たれていることに気づけませんでした。最初の一振り目でなんで顔に当てなきゃ意味がない威力の攻撃を顔以外にしてきたのって疑問符が浮かびます。そして開始の2撃目のこの瞬間に目視できて初めてあ、そういうことかって気づきましたが、次の瞬間先端をプスッといかれてしまっていました。2撃目で意表をつかれたことで3撃目も間合いに入られてしまっていたので、必死にキラさんの腕を回収で取ろうとしましたが、親指を引っ掛けたことで致命傷にはならなかったものの腹も少し切られてしまいました。
ここからはキラさんの手が僕の腹部にギリギリ届かない間合いを限界間合いとして駆け引きを行います。基本は上段への攻撃をフェイントに安全にローで間合いを維持してキラさんのミスを誘いましたが、20秒ってミスを誘うには短いんですよね。そしてここもちょっと切られました。ここはキラさんの踏み込みの攻撃に合わせて踏み込んでインローで崩そうとしましたが、ナイフをさばきながらでは難しく、どっちつかずでここでも少し刃の先端を刺されてしまいました。先っちょだけやられた。やっぱりやれないな。やられた。隙がねえな、やっぱ。やっぱマジシャンは侮れない。なんかしそうだなと思って、わあ無理だと思わなかった。やられました。やれなかった。一撃目でなんでそんな当たってもダメージにならないような攻撃の仕方をしてくるんだろうって違和感を感じたのに、見直すとわかると思いますが、二撃前に至っては返しの拳なんて有効打にならないからってナイフで刺される直前まで気を抜いちゃってるんですよね。なんでキラさんがあんな不自然な動きをした時点でキラさんのことだから何かやるなって思えなかったんだろうってどんどん思い当たる節を思い出して悔しくなってます。悔しい悔しい。前回これで菊野先生。ああなるほどですね。俺はやられる。悔しい。ここで笹森先生に次ありますかと誘われ急遽手合わせすることに。とりあえずこの時点ではルルブルールで行くつもりでした。なぜ行くつもりでしたと先ほど過去形にしたかは見てもらえると分かりますが、スタートして分かったのが対カポエラで目つきや金敵を撃とうとしても通常の武術や格闘技と違い目も金敵の位置も変化が大きすぎて撃つタイミングがないということに気づいたからです。しかも回転中は当たらない上に不用意に近づくと 100% 蹴りが来るからなかなか蹴りに行けないしつけないんです。踏み込むとちゃっかり蹴りが来ますよね。ここ笹森先生の蹴りに合わせてステップインをして蹴りのタイミングで正面を取って攻撃しようと思ったんですが、まさかの蹴る前に大きくずれられてしまい、無理に追おうとしたら追ってくるなら蹴りますよの蹴りが待っていました。ここでもう僕のルルブルールレベルじゃ無理だとなってカポエラルールに乗っかることにしました。そして笹森先生、この一発で乗っかったことに気づいてくれたんですよね。ここで乗っかったことを伝えるためにルルブルールでは僕が絶対にやらないであろう蹴りを見せに行ったら、汲み取って前回コラボで教えてくださったメイヤール味コンパスとの蹴り合いに誘っていただけました。ここまでしっかり誘っていただけたなら乗らない手はないので乗っかったのですが、やりながら学んだことは意外とカポエラってルルブルールとの相性がいいんだなということでした。ようやく始まった感じでしたが、ここで20秒となってしまいました。そして笹森先生との会話をしている暇もなく次の手合わせへ。ここからまた少しだけ解説します。ファーストコンタクトでいきなり体を正面向け気味の逆突きが来たので金敵蹴りのカウンターを合わせました。ここは金敵蹴りをフェイントにしたガードの隙間を通す三日月蹴りです。ここ前足の外ローの後に足を下ろす位置に隙があったので内回し蹴りで金敵蹴りを合わせました。ここはステップインしながら相手の前パンチを流しつつカウンターの目つきでした。この日は結構リベンジ対戦も多かったんですが、注目の渡辺選手との一戦です。ファーストコンタクトで先ほど成功した前ローに対する目つきのカウンターをいきなり取りに行きましたが、ギリギリで指先で軌道をずらされてしまいました。次の逆突きすごかったです。まっすぐだと思った瞬間に軌道を変えてガードの外側からの目つきに変化。ギリギリ手を滑り込ますことができましたが、予想外の動きにびっくりしました。次はこの日の後半から狙い出した手技による金敵攻撃。相手の前手を弾きながら行きましたが、ギリギリでかわされてしまいました。ちょっと前足の位置も良くないですね。次の渡辺選手の金敵打ち回し蹴りは多分僕を外ポジションに誘導するための攻撃で、移動した僕に対して追うようにしてさらに外からの攻撃が来ました。一応右手を挟んでいましたが、本気の目つきだったらちょっと受け切れたかどうか微妙ですね。やっぱり上手い選手との手合わせはワクワクドキドキして面白いですね。
これもリベンジ手合わせですね。金手蹴りをスイッチバックでかわします。この金手蹴り、これ寸止めじゃないですよね。ここは膝水木に金手蹴りを合わせに行きましたが、膝を内側に絞って受けられてしまったせいで、突きでバランスを崩されてしまいました。この辺りでちょっとやりたい技のために誘いをかけてます。右のオーブンに対する左のカウンターを誘ってしゃがみながらかわしての金的打ち成功しました。ちょっと間が空きました。なかなか出ずっぱりなんで面白いっちゃ面白いですよもうなんかおかわりが何回も来るんで逆にもなんかバレちゃってるので難しいですねでやってる時に気になってしまう思わずこっちやりながらニヤ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 してたなんか適当にやってる。しかも平さんはでかいから。ああなるほど。こっちだってでもすんごい視界に入るんですよ。ああなるほどね。確かにでかいですね。多分一番でかいのはそう聞いただけだと思う。この後も出ずっぱりで手合わせ稽古会に参加していたので、他の手合わせもご覧ください。ちなみにこの手合わせは教えてくださいと言われ、2連続で行うことになった時のものです。ここは距離を間違った逆突きだったので、戻り際にできる四角からハイキックを合わせました。ここは構えがガニ股気味になってしまったところに対して金的蹴り。ここ2回連続で前足ストッピングに来ようとしたので、かわして内回し蹴りのカウンターを合わせました。何していいか全く分からん。もう鼻でも出したらいいんじゃないですか。もう卑怯な戦法を取るしかない。マジックでね。何していいか全く分からん。だいぶあれですね、疲れて休憩の人が増えてきたんで、あんまりお願いしますの回数が減ってきた感じが。さっ
きまでめちゃくちゃモテモテだったのに急にお願いしますって言われなくなってきた。水分補給するの忘れてて、さっきなんかちょっと喉乾くなと思ったらもうラスト3本って言われてすごく終わっちゃいました。今日はありがとうございました。そしてお疲れ様でした。ありがとうございました。本当に。いや普通に手合わせは僕も一緒に楽しませていただきまして、ずっとやってましたね。ずっとやってました。もうなんかこのために来たみたいな。やっぱりこう全然違う人が毎回違う人が来るんで、緊張感と楽しさというか何が来るんだろうとかどのレベルなんだろうってもう初めましてなんで何にもわからないんで、それが面白い。そうですね。一日でこれだけ違う人と一気に手合わせができるっていうのがやばいですね。このワクワクが止まらなかったです。最高だと思います。今日はありがとうございました。そしてもう大会本当あれですね、ちょっとみんなの前で喋らせていただいてるんですけど、武器対、素手とか棒対素手とかああいう設定がもうここの会場にあるってことを選手が知ってるからこそ多分生まれる工夫ってあるじゃないですか。だからこそ普段なかなかそういう設定で研究してる人たちがいないから、だからこそここでなんですか見てるとなるほどなとか、こういう風に入っていくと武器に対応する可能性が出てくるんだっていうのとか、この会場に来たからこそ分かるとかあると思うんで、正直 YouTube の動画で見てるのと現場で見るのとだとこの情報量が全然違うんで楽しかったです。ありがとうございました。稽古していくとどうしたら勝つかはよく分かんないですけど、これをやっちゃダメだよねみたいな。そう確かに。なのでどんどん皆さんレベルアップしてて、いやどんどん面白くなってきました。そうですね。もう本当武器に勝つとかで出てきますからね、本当に。あれもやっぱり回数重ねてみんなが研究してきたからこそですもんね。いや面白かったです。K 点愛人の動画あれですね、それこそ今の武器対素手とかの試合の方はK 点愛人のチャンネルの方でそうですね放送されていると思いますので、全試合ですので、ぜひそちらご覧ください。じゃあ最後にちょっと締めいいですか、この最後の締めまで一緒にいていただいて。今日も最後は YouTube を見ていただきありがとうございます。これからも 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に更新していきますので、最新の理論や技術を見逃したくない方はいいねボタンとチャンネル登録して空手家国の YouTube 動画で一緒に強くなりましょう。じゃあ菊野先生の打率よチャンネルも、ちゃんと登録お願いします。じゃあありがとうございました。ちょっと中野先生が、技を当てるために、工夫している態度の運足だったりとか、なんなら態度の方向じゃなくても中野先生がこういう風に使っているとかっていう運足とかがもしあればですね、ちょっと、次は私も動きます。早いな。これ毎回一緒なんですよね。ほぼ一緒なんですけどちょいちょい変わったりするんですよ。ちょっとカンペ持ってるんですね。でもすぐ忘れるんですよ。でも多分毎回カンペ読んでるから忘れるんですよね。それはこう毎回同じのを使えばいいわけじゃないですか。なんかパパパパって打っちゃうとちょいちょい変わったりするんですよ。それアドリブでね。そうしたらスリーショット。よろしいですか。すみません。新空手道恐縮です。はい、間入っていただき記念写真で参加します。はい、行きます。生1回行きます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ローキックの、流しですね、受け方がわからないとか、そもそもどういう順序で練習すればいいのっていう、ご質問もいただいたので、ちょっとそちらを解説していきたいと思います。ローキックに関してはすねブロック、あと前に出す、スイッチ、この3つしか知らなかったんです。